皆さんこんにちは。前回動画に投稿したんですけど、5月の下旬に大阪の万博に行ってきました。その時に購入したお土産の紹介だったり、実際に行ってみて万博の感想とか、今後行かれる方とか行ってみたいなって思ってる方に、情報を共有できたらいいなと思うので、ちょこちょこ挟みながらお土産の紹介をしていきたいと思います。まず私5月下旬に行ったんですけど、虫の話題がその時結構あったんですよね。で、私が行った日は本当に天気も良くて暑くもなくて、まあまあ晴れてて、でもたまに曇ったりしてみたいな感じで、本当に最高の天気だったんですよ。で、その時はもう虫はああいう大屋根リングに張り付いてたりとか、死骸がいるとかはなくて、もう虫は一切いなかったです。もしかしたら駆除されたのかなとか思ったりして、特に虫対策は何もせずに一日過ごせました。で、お土産なんですけど、私結構事前に調べてて、せっかくだからカンカンが欲しいなと思ってたんですけど、実際に行くと私が欲しいなって思ってたカンカンは一切なくて、おそらく売り切れてて入荷が間に合ってないんかなっていう感じでした。本命のカンカンは買えなかったんですけど、それ以外にもたくさんあったので、自分のお土産とか友達のお土産も含めて一緒に紹介します。まず一つ目はこちらのカップおつまみのわさび豆です。イコカのキャラクターとコラボしているカップがついているお菓子のお土産です。2つ目はチョコレートクランチですね。これもカンカンではなくて紙なんですけど、すごいミャクミャクくんがたくさんいて、パッケージもカラフルでお土産にぴったりだなと思って、これは2つ購入しました。3つ目はこちらの黄色のカンカンです。これはミャクミャクサブレですね。こういう形のカンカンが多分3種類ぐらいあるはずなんですけど、どれもなくて、でもこのカンカンもこのミャクミャクの顔がこうすごいバーンってあって可愛かったので、これを購入しました。これ買っている人結構いた気がします。で、次がこちらです。これは大阪・関西万博フィギュアマグネット付きいちごクランチ缶です。これはもう一個水色があって、そっちは中がチョコなんですけど、私はちょっと見た目重視のピンクの方を購入しました。これもめちゃめちゃ可愛いです。お土産が西ゲートと東ゲートに大きく2つずつあるんですけど、西ゲートの2つと東ゲートの丸善の方にお土産を買いに行きました。私の目的はそのカンカンとサンリオのこのミャクミャクのこのなんかブツブツ丸々したものがなんか色が違うものがあって、それのキーホルダーが欲しかったんですよね。でそれを調べると、西ゲートと東ゲートにあるって書いてて、西ゲートの方が結構お店が広いっていうので人気って書いてたので、先にそっちに行きました。その3店舗回った感じ、店舗によって置いているお土産がちょこちょこ違うかったので、自分が本当に欲しいものがどこに売っているかを見て、東ゲートなのか西ゲートなのか、どっちかのお店に行くのがおすすめかなって思いました。お土産も進むのは進むんですけど、すぐには入れないんですよね。結構並んでて、特に真夏は屋根が多分半分もないので暑いと思うんですよ。私的にお土産もできるなら午前中までに買いに行った方が午後のパビリオンとかも動きやすいかなって思いました。店員さんによると東ゲートの方がお店がちっちゃいので、そっちの方が逆にお客さんがあんまり行かないから在庫があるかもって教えてくれたんですけど、東は東で店が狭いのでお土産を結構ゆっくり見るのも大変で、かといって全然お客さんが少ないわけでもなく、むしろなんか東の方がすごく並んだなっていう印象はありました。なんかサンリオとかたまごっちはもう本当に入って次の日には完売しているって店員さんの方が教えてくださったので、本当に人気なものはもうすぐなくなってなかなか入荷がないんだなっていう感じはありました。なのでね、お目当てのものが皆さんゲットできたらいいんですけど、私はちょっと欲しかったカンカンはゲットできなかったので、帰りの新幹線待ってる時にお土産売り場があると思うんですけど、そこに可愛いカンカンのがあったので、それを一つ購入しました。C キューブって書いてますね。これはもう中身よりカンカン重視で購入しました。時間がある方はぜひ
新大阪のねお土産売り場も寄ってみてください。で、私それで欲しかったカンカンもなくて、このポムポムプリンちゃんのキーホルダーが欲しかったんですよね。で、私特にサンリオで好きなキャラクターとかいないんですけど、このフォルムがめっちゃ可愛くて、それ目当てに3店舗回ったっていう感じなんですけど、ここまで来たら何か絶対欲しいと思ってめちゃめちゃ大きいものを買ってきました。お見せします。じゃーん、かわいい。このねポムポムプリンちゃんのミャクミャクの一番大きいお人形を買ってきました。西ゲートのお土産屋さんでこれが置いてあったんですよ。でそれを見た時にめっちゃ可愛いと思って、でも値段は全然可愛くないんですね。1万3000円ぐらいするんですよ。普通に高すぎで悩んでたんですけど、でその次に東ゲートの丸善に行ったら全キャラクターの L サイズともう一個ちっちゃいので多分 M サイズかな、7000円ぐらいのポンポンプリン以外はありました。めちゃめちゃ可愛いんですよ、この丸々したポンポンプリンと、これがね茶色っていうのがまた私すごい好きで、キャラクターによって色が全然違うんですよね。後ろもねこんな感じで可愛いんですよ。私はこのフォルムと色に惹かれてポンポンプリンをお出迎えしました。友達のお母さんがフランス館のお土産ショップでこの缶バッジをプレゼントしてくれました。めちゃめちゃ可愛い。なんか素材がマットな感じで、この色合いとかちょっと万博っぽくないところもすごい自分的にお気に入りポイントで、 T シャツとかキャンパスバッグとかにつけたらすごい可愛いと思います。私的にはなるべく早めに買いに行くっていうのが一番かなと思います。ちょっと荷物は増えちゃうんですけど、午後になるほどお客さんが増えてくるので、その分並ぶ時間も長くなるので、できるだけ午前中に行くのがいいかなと思いました。お土産は以上です。次は大阪万博に行って、思ったこととか現状こういう感じだったよっていうのを情報を共有できたらなと思います。お話しする順番がバラバラになったりするかもしれないんですけど、できるだけ分かりやすく共有できたらなと思います。まずチケットを買うなんですけど、私はネットで購入しました。私は7日前抽選と3日前予約と当日予約をしました。7日前抽選は全部外れました。で、入場する3日前の12時、夜中の12時から先着順でスタートなんですけど、なんか1時間前ぐらいにそのサイトにインした人が4万人ぐらい待ってたって言ってたんですけど、私2時間前にログインしてたので全く待つこともなく、3日前予約はオーストラリアのパビリオンを予約することができました。当日予約は三菱未来館を予約できました。で、どっちとも5時以降のパビリオンの時間を予約しました。で、私は5月下旬の平日に行って10時のチケットを3人分予約してました。私が行く3日前ぐらいからアーリーゲートをしていたので、多分9時いいんだけど10分とか15分前とか、なんか日によっては5分前の日もあるみたいで、少し早めに入れますよっていうのをしてて、10時のチケットを買ってたんですけど、実際に入れたのは9時50分ぐらいでした。東ゲートの方が人が多いっていうのを、結構情報で見てたんですけど、確かに人は多いとは思うんですけど、荷物検査が意外と早くて、思ったより早く進みます。夢洲駅に着いて9時、10時、11時みたいな感じのレーンで分かれるんですね。でもちろん9時の人は優先的に先に荷物検査に行けて、10時の人は多分ある程度の時間までその10時のなんか柵の中で待つっていう感じで、時間が来たら荷物検査に並べるっていう感じでした。多分9時半前ぐらいにはもう荷物検査に並んでたので、20分ぐらいで荷物検査ができて9時50分ぐらいに入れたっていう感じでした。でももしかしたら日によってアーリーゲートしてない日もあるかもしれないので、一概には言えないんですけど、早めに行くことに越したことはないなっていうのがありました。で、私ミャクミャクくじがどうしてもしたくて、東ゲートから割とすぐのところにあります。で、私は事前にこのマップを印刷してたんですよ。で、そこにミャクミャクくじとか自分が行くパビリオン、予約したパビリオンとかを書いてて、これを持って事前準備をしてました。そう、それでミャクミャクくじにどうしても行きたくて、調べてるとすごい並ぶって書いてたんですよ。私は入って1番に行ったんですけど、もうその時点で1時間待ちでした。実際並んだ時間は多分4、50分だと思います。
でもどん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 もう列ができてて、午後は多分あれ2、3時間待ちなんじゃないかなっていうぐらいすごい列がありました。ちなみに当たったのは3頭です。でもこれめちゃめちゃ可愛いんですよ。なんか寝っ転がってて、確かにみんなしたくなる気持ちわかるなって思いました。可愛いです。これもお気に入りです。お土産と同様、ミャクミャクくじも午前中に行くのをおすすめします。並ばない大阪万博って歌ってると思うんですけど、お手洗い以外は普通に並びます。あと並ぶところが結構外のパビリオンばっかりなので、すごく並ぶの大変だなって思いました。めちゃくちゃ暑いと思います。なので日傘、帽子、あと私は汗拭きシート持っていきました。ハンディ扇風機も、これからはあった方がいいと思います。一緒に行った友達のお母さんが簡易的な椅子を持ってきてたんですけど、椅子はマジであった方がいいなって思いました。私は足がだんだんちょっと疲れてきて、一瞬貸してもらったんですけど、めっちゃ楽と思って、もう2時間3時間並ぶパビリオンは椅子を持って行った方が並ぶ時もそこまでしんどくないかなって思いました。しかも椅子持ってきてる人も結構いたので、全然あった方がいいと思います。給水所も結構あるんですけど、めちゃめちゃ並んでますね。並ばないことはないです。そんな感じです。パビリオンなんですけど、私は予約していたオーストラリア館と三菱未来館、あとはフランス、カタール、アラブ、インドネシアの6パビリオン回れました。すごい人気なところは2時間ぐらい普通に並ぶ感じでしたね。もちろんパビリオンの中にも入りたいっていう気持ちもあったんですけど、建物がすごく素敵で、もうエスカレーターがあって大屋根リングの上を回る感じでパビリオンを見てたんですけど、それも一個の楽しみ方だなと思って、私はそれがすごく良かったです。オーストラリア側の隣にあったインドネシアとかカタールとアラブ一緒だったんですけど、この辺りは全然混んでなくて、30分ぐらい並ぶ感じだったので、もう2つずつ合わせていったっていう感じですね。フランスは意外とスムーズに入れました。ちょっと並んだんですけど、多分入れる数が多いのか、スイ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 行けました。私的には大満足で、また夜もなんかライトアップされてて雰囲気違う感じで、その時も大屋根リングを回ったんですけど、それもすごい素敵だったので、そういう楽しみ方も一つだと思います。私たちは7時半の水上ショーを見ながら、7時45分ぐらいに東ゲートを出たんですけど、関係者の方はすぐそのまま直行で駅行けるんですけど、一般の方はもう一周ぐるーっと回って夢島駅に行くので、そこで多分20分ぐらいプラスかかっちゃって、それが一番ちょっと疲れましたね。そっからは中央線も混んでるわけじゃなくスムーズに帰れたんですけど、それがちょっと予想外でした。パビリオンの中にレストランとか、あと大屋根リングの周りにフードコートとかもあったんですけど、なんか私が見る限りあんまりその現地で買って食べてる人が少なかったなと思ってて、結構皆さん持参して持ってきたものを食べてた印象がありました。現地のねものをね食べるっていう楽しみもあると思うんですけど、多分ネットとかで高いっていう情報がすごく先行して買ってる人が少ないのかなっていう思ったりもしたりして、結果的に持っていってよかったなって思いました。楽しみたいという方は全然食べた方がいいと思いますし、私もコーヒーだけフランス館のところでテイクアウトして飲みました。めちゃめちゃ美味しかったです。大阪万博での、感想とか情報共有は以上になります。ちょっとねバラバラにお話ししちゃったので分かりにくいところもあったと思うんですけど、いろいろ万博について、ネット上でねネガティブな情報とかもあったりするんですけど、百聞は一見にしかずで自分の目で一回見るっていうのも一つだと思うので、これからね行く方とか行きたいなって思ってる方は楽しみにしててもいいんじゃないかなと思います。少しでも皆さんの役に立てたらいいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。